皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは日本人が本当によく使うアプリについてお話ししていきたいなと思います。これは私が海外に行くとき、旅行に行っていたときも、留学していたときもそうなんですけど、本当に現地の方が使っているアプリって何なんだろうっていうふうに思うことがすごく多かったんですね。やっぱりお支払いの時、レストランに行く時とか買い物をする時、他にも電車を調べる時のアプリだったり、友達とメッセージをする時のアプリだったり、レシピを探す時のアプリだったり、そういう風にいろんなジャンルで本当に現地の人が使っているアプリを知りたいなって思うことがあったんです。で、もしかしたら日本語を勉強している人の中にも、日本人が本当によく使うアプリ、そういうのを知りたいなって思ってる人がいるかもしれないなと思って、今日はこのお話をすることにしました。もし短い期間だけ旅行に来る人とかは、こういうアプリを知らなくても、そんなに困ることはないと思うんですけど、でも留学で来る人だったり、お仕事で来る人だったり、日本に住みたいなって考えている人、そういう人にとってはやっぱり便利だと思うし、それだけじゃなくて知っていたらもっと楽しく過ごすことができると思うので、今日の動画を見て参考にしていってくれたら嬉しいです。で、いろんなアプリ、いろんなジャンルのアプリをお話ししようと思うので、日本に来る予定がないよっていう方でも聞いているだけで楽しんでもらえるかなと思います。では早速始めていきますね。まず一つ目のアプリなんですけど、メッセージをするため、友達と連絡を取るときに使うためのアプリを紹介します。これは知っている人も多いと思うんですけど、日本では LINE が一般的です。もう本当に日本中の人、みんなが LINE を使ってます。で、友達とメッセージをするときは、最近は LINE だけじゃなくて、Instagram を使う人も多いんですけど、なんとなく私的に LINE の方がパーソナルな感じがあるんですね。パーソナル、もっとプライベートな感じがあります。なので、本当に仲のいい友達とか家族とか、そういう人としか LINE を交換することはないんですね。でも逆にお仕事の人、仕事の人同士でインスタグラムつながるっていうことは私はあんまりないかなって思います。逆に仕事の人とは、LINE でメッセージをすることが私が会社で働いている時は多かったです。休みの連絡とかも LINE で済ませる会社だったので、すごく便利でしたね。で、他にもなんでみんな LINE を使っているかというと、LINE っていうのは電話が無料なんですね。普通の電話番号を使って電話したらやっぱり高いと思うんですけど、LINE では何時間電話しても無料なので、みんな LINE を使って友達とか家族とか何かあった時には電話をかけることが多いです。でも私のイメージ、勝手なイメージかもしれないけど、日本の人って結構電話に苦手意識を持ってる、あんまり得意じゃない人が多いと思うんですね。私もその中の一人で電話が苦手なんです。ビデオ通話とかだったら大丈夫なんですけど、顔が見えない電話っていうのがすごく苦手で、というか多分苦手な人が多くて、そもそも電話をする人は少ないと思うんですけど、でもそんな時でも電話をするってなったら LINE を使うことが多いかなって思います。
なので、メッセージを取る人も、電話したい人も、もし日本の人とつながりたい友達がいるとか、これから日本に来る予定がある人は、ぜひ LINE をインストールしておいてもらえたら役に立つんじゃないかなと思います。で、次は天気予報についてお話ししていきます。皆さん、明日雨かなとか、明日晴れかなとか気になることありますよね。この天気予報については、私が本当におすすめしたいアプリがあります。で、これは Yahoo 天気っていうアプリなんですけど、なんでこれをおすすめしたいかというと、当たるんですね。本当に当たります。私、昔からそんなに天気予報のことを信用していなかったというか、雨ですって言われててもめっちゃ晴れたり、一日中晴れですって言われてても雨が降ってきたり、そういうことが多くて、あんまり天気予報を当てにしたことがなかったんですけど、この Yahoo 天気を使い始めてから本当に信じるようになりました。もうとにかく当たります。で、まあね、明日雨ですとか、明日晴れですぐらいの大きい天気予報だったら、他にもね、当たるアプリとか、ウェブサイトはあると思うんですけど、この Yahoo 天気の何がいいかというと、5分後の天気とか、10分後の天気とか、30分後の天気とか、そういうのが雨雲レーダーっていうので見れるんですね。雨雲レーダーでは、まあ、なんて言うんだろう。その雨の様子がズワーって流れてくる。で、例えば薄い水色だったら弱い雨、小雨ですよとか、青い雨だったら大雨ですよ。その色が塗られてるんですね。アプリの中に。で、色で見分けることができる。どれぐらい雨が降るかどうか。で、青だったら、絶対傘持っていかなきゃいけないなとか。で、緑とか赤とか、そういうのになってくると、もう今日は外に行かない方がいいなとか、そういう風にすぐにわかるんですね。で、何回も言ってるけど、Yahoo 天気は本当によく当たります。で、私は雨に濡れるのがすごく嫌な人なので、この天気予報っていうのがすごく大切なんですね。あの、例えば私は家から駅まで30分ぐらい歩かないといけないんですね。でも、この30分の間に雨が降るか降らないかっていうのが Yahoo 天気を使うとすぐにわかります。なので、もうね、私と同じように雨に濡れたくないというか、30分後の天気が知りたいとか、そういう細かい天気予報を知りたいっていう人は、ぜひこの Yahoo 天気を使ってみてほしいです。で、次も大事なアプリ。これは電車のアプリですね。電車って日本では、1分も遅れずに来るっていうのが、当たり前になってるんですけど、でもそんな時でも、例えば事故があったり、何か大雨だったり、それこそ雪とかね、電車が遅延してしまった。電車が遅れているとか、電車がそもそも運休になってしまった。もう動かない。そういう風になってしまったっていう時に、すぐにわかりたいですよね。すぐに知りたい。こういう時に使えるのが、これも Yahoo のアプリなんですけど、乗り換え案内っていうアプリです。で、これはね、別に他のアプリでも大丈夫だと思うんですけど、個人的に私がずっと使ってて、一番使いやすいなって思ったのがこのアプリです。で、これはね、本当に使い方が簡単で、もちろん今から出発っていう電車を調べることもできるし、何時何分に到着する電車を調べることもできるし、始発、終電とか、そういうのに合わせて調べることもできます。で、速さを優先するとか、安さを優先するとか、そういうのを選んで優先順位を勝手に決めて、ずらーっておすすめの電車が出てくるので、本当におすすめです。で、さっき言った遅延とか、
そういう運休とか、それもね、すぐに反映されるので、これも便利で、学校に通ってる人とか、お仕事に通勤してる人とかには、すごく大事なアプリになってくるんじゃないかなと思います。で、これは旅行に来る人にとっても、電車とかバスとか調べるのにすごく役に立つと思うので、ぜひ使ってみてくれたら嬉しいです。で、次は料理についてお話ししていきます。で、これはね、個人的に、皆さんにぜひぜひ使ってほしいアプリなんですね。なんでかというと、皆さんやっぱり日本料理っていう風に聞くと、すぐに浮かぶのは、お寿司とかラーメンとか、そういうものだと思うんですね。いわゆる日本料理の代表的な食べ物ですね。でも正直、こういうのを私たちが毎日食べているのかって言われると食べていないんです。で、なんでかというと、お寿司とかラーメンを食べるってなったら、やっぱりレストランに行くことが多いんですね。で、もちろんスーパーマーケットとかでお寿司も買うことができるし、コンビニでもカップラーメンとかを買って食べることはあるけど、それも毎日するわけじゃないです。じゃあ私たちは何を食べるのかっていうと、やっぱり家庭料理ですね。私たちが家で作ってそれを食べます。で、日本料理にはあんまりレストランとかでは一般的じゃないけど、家でよく作られるものっていうのはたくさんあります。で、その中でもすごく美味しいものもたくさんあって、それをぜひ皆さんに食べてほしいんですね。特に留学に来ていて、家で毎日ご飯を作らないといけない人とか、お仕事で来ている人とかもそうですね。家にキッチンがある人は、言っても週に何回かは毎日自分で作ることになると思います。毎日外に食べに行くってなったらすごく高いし、私はそういう風に外食するっていうことはほとんどないんです。で、そういう時にすごく役に立つのが、このアプリ、クックパッドっていうアプリです。で、このアプリは多分日本でも一番有名な料理アプリだと思うんです。クッキングアプリっていうのかな。そういうレシピのアプリですね。その中で一番有名なアプリなんですけど、なんでこれが皆さんにおすすめかというと、これは料理人とかが作ったレシピとかではなくて、主婦の方だったり、学生の方だったり、毎日料理をする人だったり、料理が趣味な人だったり、そういう風に、なんて言うんだろう、普通に暮らしている人が使っているレシピを知ることができるんですね。やっぱり料理人のレシピを使ってご飯を作るってなったら、すごくいろんなスパイスが必要とか、作り方が難しかったりして、挫折してしまう。もう料理嫌だなとか思っちゃうことがあるんですけど、このクックパッドは簡単なレシピもたくさんあります。みんなが忙しい中、毎日作っている料理のレシピがたくさんあるので、留学とかお仕事で日本に来て暮らしている人にもチャレンジしてもらいやすいんじゃないかなと思います。で、本当に一般的な家庭料理がたくさん載っているので、ぜひね、日本料理を楽しみたい人、もっといろんな日本料理が食べてみたいっていう人は、ぜひこのアプリをインストールして使ってみてくれると嬉しいです。じゃあ次はお支払いのアプリについてお話ししていきます。お支払い、レストランに行った時とか、買い物する時とか、どんな時でもお金を払いますよね。でも今の日本はもうほとんどキャッシュレス。もちろん現金を使う人もいるんですけど、最近はね、そもそも現金が NG、カードとかアプリを使って払わなきゃいけないお店とかも増えてきています。で、今日紹介したいのは PayPay っていうアプリなんですね。これはね、多分日本の電話番号がなかったら、アカウントを作ることができなかったかなって思うので、
まあね、旅行に来る人とかには使ってもらえないかなって思うんですけど、それこそこれから住むことを考えている人、そういう人にとってはぜひ知っておいてほしいアプリです。PayPay はね、もうどこでも使えます。本当に。コンビニはもちろんだし、レストランとか居酒屋とか、とにかくどこでも使えて簡単で便利なんですね。チャージして QR コード読んで、お支払いするだけなので、こうね、財布から1万円札、1000円札、500円玉とか、そういうのを探す手間も省けるし、何よりも私がこれがおすすめな理由は割り勘です。割り勘。割り勘っていうのは友達と飲みに行った時とか、お金を半分こするんですね。半分半分にして支払う。3人だったら3分の1にして支払う。こういう割り勘文化っていうのが日本では一般的です。で、正直この割り勘をするときに結構大変じゃないですか。そんなに細かいお金とか持ち歩いてないことも多いので、ちゃんと割り勘できない時とか困る時が結構あるんですね。でも、この PayPay を使ったら、友達の電話番号を知っているだけで、すぐにその友達に半分送ることができます。で、例えば、割る2とか割る3とか、そういうふうに計算ができないっていう時もありますよね。で、そういう時にも PayPay にすでに電卓、計算機が入っているので、これもすごく便利です。もうお会計をしたその場でレジの金額をチェックして、で、その割り勘の金額を入力して友達に送るだけなので、私もね、これは本当によく使ってます。なので PayPay はぜひ知っておいてほしいです。他にもね、楽天ペイとかメルペイとか、いろんな、そういう決済アプリ、お支払いのアプリがあるんですけど、私はね、ペイペイと楽天ペイをよく使うかなって思います。で、最近よくあるのがスマホのタッチ決済ですね。で、それもね、もうほとんどのお店でできるようになってきてるんですけど、私は正直スマホのタッチ決済を使ったことがないんですね。なんでかというと、すごく不安で、タッチして、よく、エラーが出てる人とかを見かけるんです。なんか、うまく設定ができてないとかで、もう一度お願いしますって言われている人が結構いて、で、そういうのを見てたら、なんか緊張しちゃってできないんですね。私もエラー出たらどうしようとか不安になっちゃって、私はめっちゃ心配性なので、そういうのができなくて、今でも、したことがないですね。QR コード決済か、あとはカードのタッチ決済はいつもしてます。そんな感じかな。お支払いのアプリです。で、次、最後にお話ししたいのは、これもショッピングに関係するアプリなんですけど、これはお支払いの話じゃなくて、ショッピングアプリについてです。で、特に服を買いたい時ですね。私はあんまり外で買い物をするっていうことを最近しなくなってしまって、今まではね、試着しないと買えないって言ってたんですけど、もうそれよりも外に出ることが億劫になってしまったので、最近は家から全部オーダーしてます。注文してます。なんですけど、私がよく使うアプリは &ST っていうアプリです。&ST には本当に日本で有名なファッションブランド、若い人から大人まで結構幅広く人気なブランドですね。そういうのがたくさん集まっているアプリで、この &ST さえあれば、本当に可愛い服とか、おしゃれな服とか、アクセサリーとか、他にも雑貨、クッションとか、ブランケットとか、そういうのも何でも見つかります。水着とかもそうだし、浴衣とかも
あとポーチとか、とにかく何でもあるんですね。なので、そういうファッション系とか雑貨系で困った時は、&ST を使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、他にもメルカリですね。メルカリは私がすごくおすすめなアプリなんですけど、これは何かというと、フリマアプリ、中古のアプリですね。中古の服とか、中古の本とか、そういうのが売られてます。で、私はあんまり中古の服はメルカリで買うことがなくて、というか買ったことがないんですけど、私が何に使っているかというと、本です。本を買うときによく使ってます。でも正直、もし皆さんが日本の本を探している、日本の本を安く買いたいって思ってるなら、メルカリは使わない方がいいかもしれないです。なんでかというと、ブックオフっていうお店があるんですね。アプリじゃないんですけど、というか多分アプリでも今は買えるようになってるんですけど、ブックオフっていう中古の本屋さんがどこにでもあります。で、そこで買うと本当に一冊100円とかで買えるので、日本の本を買いたいなって思ってる人は、ぜひブックオフで買ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。でも私がなんでメルカリを使っているかというと、私は洋書を買いたいんですね。英語の本。でも日本で洋書を買うとめっちゃ高いんです。本当に高い。アマゾンで買うってなっても送料がめちゃくちゃ高い。とにかく日本でね、あの、なんだ、洋書を買うっていうことが少し難しいので、私はそういう時にメルカリで買うことが多いです。で、どうしてもなかったら、普通に本屋さんで新品で買うんですけど、私はね、あんまり新品とかにこだわりがなくて、読めたらいいやって思うタイプなので、ぜひね、同じタイプの人は、ブックオフとかメルカリとか、そういうので探してもらえたらいいんじゃないかなと思います。こんな感じかな。今日はたくさんアプリをご紹介してみました。いかがでしたかね？楽しんでいただけましたか？ちょっと早口になってしまっていたかもしれないんですけど、ごめんなさい。でも少しでも今日の動画が役に立っていたらすごく嬉しいです。これから日本に来る方はぜひ気になるものがあったら使ってみてくださいね。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。